皆さんこんばんは、正一さんです。今回は、海外で評価の高いどんでん返し映画ランキングトップ10を紹介します。要確認。10位にランクインしたのはドニー・ダーコです。映画の打ち上げで、主人公を演じたジェイク・ジレンホールが映画の内容が全くわからないと言ってしまうほど超難解なこの作品。ある晩、高校生ドニーのもとに世界の終わりを告げる謎のウサギが出現。それから周囲で異常な出来事が起こり始めるというストーリーです。この映画を見た海外の人たちは、夢のように話が進んで、曖昧で幻想的な歌が妙に説得力のある雰囲気を醸し出している。最初の瞬間から魔法にかけられたように、世界観に引き込まれていく。万人受けはしない。奇抜で複雑な作品だ。80年代後半の高校生活を痛烈に風刺している。テレビのチャンネルを回していたら放送していて、見始めたら止められなくなった。こんな映画は見たことない、とコメントしています。第9位はゴーンガール。5回目の結婚記念日に、妻のエイミーが失踪。自宅から血痕が発見され、警察は夫のニックに疑いをかけます。公表され、世間からも批判されるニック・エイミーに起こった真実とは一体何なのでしょうか。夫役のベン・アフレックが、後のバットマン役のために、劇中で徐々にマッチョになっていくのも見どころです。この映画を見た海外の人たちは、私は最後まで予測がつかない映画が好きなのですが、これはまさにそうでした。パートナーと一緒に初めてこの作品を見ることはお勧めしません。現代の人間関係をグロテスクに描いた風刺画のようだ。この映画がすごくないとしたら、一体何の映画ならすごいのかわからない。と、コメントしています。8位にはシャッターアイランドがランクイン。犯罪者が収容されている精神病院がある島。シャッターアイランド、異様な空気が漂う収容所。怪しい職員たち。何かがおかしいこの島の真実が明かされた時、衝撃のラストが待ち受けます。オープニングとクレジットに映画、シャイニングの曲が一部で使われているのは要チェックですね。この映画を見た海外の人は、とても魅力的でスリリングな映画です。1回目ではわからなかったパズルのピースが、2回目にはわかるように羊たちの沈黙以来の心理スリラーだ。気味が悪く、暗いけれど、夢中になってしまいます。映画が進むにつれてプロットはどんどん大きくなり、さらに複雑さが増していきます。これだけ複雑な物語なのに、矛盾は全くない。脚本も演出も演技も秀逸、と、コメントしています。7位にはセッションが登場。名門音楽学校に入学した将来有望な若手ジャズドラマーのアンドリューが鬼教師フレッチャーの絶え間ない怒号や暴力的な指導に怯えながらも猛特訓を行うストーリー。実は劇中に映る血はなんと実際に主演のマイルズ・テラーの手から出た血なんですって。痛そう。この映画を見た海外の人は信じられないほどパワフルな映画だ。再びギターを手にしたり、バレエシューズを履いたり、ジムに通って体を鍛えたりといったように、自分自身を後押ししてくれる単なる音楽映画ではない。わずか19日間の撮影期間で、これほどまでに完璧な撮影をしていることに感心させられた。これほどまでにドラマに引き込まれたことはありませんでした。5回視聴しました。シモンズは、複雑さと恐ろしさを同時に表現していて、すべてのショーを総なめにしてしまうような演技でした、とコメントしています。第6位は、メメントです。強盗によって妻を失ったレナード、怪我のせいで10分しか記憶を保てない記憶障害に悩まされながらも、犯人を追跡し続けます。時間を遡りながら進行していくという、斬新で衝撃的なストーリーは、
監督の弟ジョナサン・ノーランが原作、アメリカ横断旅行中に兄弟で語り合った話から脚本が作られています。この映画を見た海外の人たちは、見た翌日もメメントのことを考えてしまう、病みつきになるほど楽しい。最近のハリウッドではめったに見られないユニークなストーリー、複雑で混乱した話に苦手意識を抱くかもしれないが、理解するために考える価値が十分にある映画。飽きさせることなく、新しく、新鮮で、刺激的な作品。劇場で見終わった後に、席に着いたまま他の人と映画のことを話し合えるくらいに独創的なストーリー。映画を見る前に他のレビューを見なくてよかった、とコメントしています。5位にランクインしたのはシックスセンスです。シャマラン監督を世に知らしめた代表作の一つで、数々のアカデミー賞にノミネートされた名作、小児精神科医のマルコムが出会った少年コールは死んだ人が見えてしまうという悩みを抱えていた。コールを救うためにマルコムはカウンセリングを試みるのだが、作中にホラー要素はありますが、母親役のトニコレットがホラー映画だと気づかなかったくらい心温まる物語なので、怖いのがダメな人にもおすすめですよ。この映画を見た海外の人たちは、巧妙などんでん返しだ。キャラクターに感情移入でき、非常にリアルな恐怖を体感できる。何度も何度も見るのが好きな映画の一つです。明らかなヒントがあるのに、先入観から全くわからなかった。過剰な暴力や安っぽい恐怖に依存していない素晴らしいサスペンス映画。私は作家ですが、すっかり心をつかまれてしまった。こんな風に誰かを、ああ、と思わせるようなものを書けるようになりたい、とコメントしています。4位には、ユージュアルサスペクツが登場。ある夜、鳩場で麻薬の密輸船が爆発。27人の死者を出し、9100万ドルが消えたこの事件で、生き残ったのはキントのみ。キントは爆発の6週間前に窃盗容疑で面通しされていたが、そこに居合わせた4人とチームを組んで新しい仕事を受けていました。その裏には、謎が多い伝説のギャング、カイザー・ソゼの姿があったのでした。5人が横に並ぶ面通しのシーンはシリアスになる予定でしたが、ベニチオ・デルトロが12テイク連続でおならをしたため、笑いありのシーンになったとか。この映画を見た海外の人たちは、飽きのこない映画だ。2回目の鑑賞では、1回目で見逃したヒントを見つけるたびに、飛び上がって画面を指さしました。何度見ても新しい発見があります。最後には息を飲むような予想外のひねりがあり、思い込みを揺さぶられた。本屋で90年代の映画という本をめくっていたら、この映画が載っていなかった。この映画を省くことなんてできないでしょ。最初に見た時も楽しいが、2回目に見た時はさらに楽しい。とコメントしています。第3位はプレステージ。マジシャンであるアンジャーとボーデンの数奇な人生を描いた物語。ある日の水槽マジック中に、ボーデンのミスによってアンジャーの妻が悲劇的な死を遂げる。妻を失い、ボーデンを憎むアンジャー。究極のマジックを目指す2人の常軌を逸した戦いは、次第にヒートアップしていき、ちなみにボーデンの子供役は、監督のクリストファー・ノーランの実子です。この映画を見た海外の人たちは、ノーランの他の人気作にうずもれてしまっている。入場料を払うだけの価値があり、他のマジックショーと同じくらいの価値がある。他のノーラン映画とは異なり、スリリングな展開を見せるためだけではなく、芸術的な演出がされています。
ボーデンは、私が今まで見た中で最も複雑なキャラクターの一つです。手品は最後の種明かしが最もスリリングな体験。この映画もそうだ。と、コメントしています。第2位はセブンです。引退間近のサマセット刑事と新人のミルズ刑事は連続猟奇殺人事件を担当する。キリスト教の7つの大罪に従って罪を犯し続ける冷酷な犯人。ラストには恐ろしい事態が待っている。犯人を追いかけるシーンでは、ブラッド・ピットが転んでガラスを突き破ってしまったんですって。そんなリアルな描写にドキドキが止まりません。この映画を見た海外の人たちは斬新で90年代最高の映画の一つ、サスペンスドラマとして異例の存在、すべてが完璧だ。フィルムに収められた芸術、これほどまでに邪悪で複雑なプランを映画で見たことがない。ブラッド・ピットがただのイケメンじゃないことを見事に証明してくれた映画で、見終わった後に彼を名優に分類した。時代を超えた演出と記憶に残る撮影。人間の魂の最もダークな領域が描写されているとコメントしています。ナンバーワンはファイトクラブ。2位に続いて1位もデビッド・フィンチャー監督とブラッド・ピットの出演作です。物語は不眠症に悩む男が石鹸のセールスマンタイラーと出会うことから動き出す。やがて2人は男たちが1対1で殴り合うファイトクラブを結成するのだが、そうそう、主人公のエドワード・ノートンとタイラー役のブラッド・ピットがゴルフをしているシーンは本当に酔っ払っているんですって。これ豆知識ですよ。この映画を見た海外の人たちは何度でも見れる名作映画です。この映画を見ているときは、ただ椅子に縛り付けられたようになる。それだけでいい。予測不能な映画。すべてが素晴らしい。演技も、演出も、ストーリーも、どれをとっても素晴らしい。史上最高の映画の一つです。鮮やかでパワフルで挑戦的で独創的で予測不可能。少なくとも2度見てください。私が今まで見た映画の中で最もユニークな作品の一つだとコメントしています。はい、というわけで海外で評価の高いどんでん返し映画ランキングトップ10でした。1位のファイトクラブ、2位のセブン、9位のゴーンガール。実はこの3作品は全てデビッド・フィンチャー監督がメガホンを取った映画なんです。まさにどんでん返し映画の巨匠。今後の作品も要確認ですね。それでは次回をご期待ください。さよなら、さよなら、さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、いいねボタン&チャンネル登録よろしくお願いいたします。